北海道で一番広い市はどこでしょうか。農業をしている人は何人でしょうか。北海道は人気の観光地ですが、意外と知らないことが多いと思います。今回は北海道の面積や人口、産業経済といった基礎情報をぎゅっと10分にまとめました。ぜひご視聴ください。面積と人口。北海道は広いってよく聞くけど、どれくらいの大きさなの？北海道の面積は8万3000平方キロメートルです。あまりピンとこないな。これは全国の 22% を占めています。2番目に大きい岩手県が5個すっぽり入りますね。また一番小さい香川県が43個入ります。そんなに広かったんだ。じゃあ人もたくさんいるのかな？人口は約500万人で全国第8位です。日本の人口は 1.2 億人なので、おおよそ 4% を北海道民が占めていますね。しかし北海道は広すぎるため、人口密度は全国最低の69人平方キロメートルです。スカスカなんだね。ちなみに北海道で一番広い市は1427平方キロメートルの北見市です。また一番広い町は1408平方キロメートルの足寄町。一番広い村は590平方キロメートルの猿払村です。道と市町村。そんなに広い北海道を管理するのは大変そうだな。その通り、北海道は179もの市町村があり、すべて北海道庁で管理するのは大変です。そのため道庁は14個の振興局を道内に設置し、エリアごとに事務の一部を行っています。聞きなじみのある市町村に設置されているね。あ、尻部振興局は倶知安、日高振興局は浦河にあるんだ。また北海道庁は東京のほかサハリン、上海、ソウル、ASEAN にも事務所を持っています。海外にも4つ事務所を持っているんだね。北海道のシンボル。突然ですが問題です。北海道の旗は次のうちどれでしょうか。北海道に旗なんかあったんだ。どれだろう。正解はこちらでした。知らなかった。星みたいな形をしているね。赤い星は道民の不屈のエネルギーや未来への発展を象徴しています。それを囲む白は光、風、雪をイメージしています。紺色は北海道の海や空をイメージしています。ちなみに1967年にはこのような北海道賞が作られました。北海道旗を現代風にアレンジした形になっているね。それでは第2問。1964年に道民の投票により選ばれた北海道の鳥は何でしょうか。それはもちろんシマエナガ。かわいいよね。残念、不正解。正解はタンチョウでした。タンチョウは特別天然記念物、絶滅危惧種として保護されている貴重な鳥です。道東によくいる鳥だよね。田んぼを普通に歩いていてびっくりしたことがあるよ。それでは第3問。1966年に道民の投票で選ばれた北海道の木は何でしょうか。なんだろう、松の木かな。ほぼ正解、エゾマツでした。北海道の代表的な針葉樹ですね。それでは北海道の花は何でしょうか。富良野のラベンダーが有名だからラベンダーかな。残念、正解はハナマスでした。ハナマスは耐寒性や鮮明な花の色を理由に一般公募により1978年に選定されました。知らなかったな。ちなみに北海道の歌もあります。例えば道民体操は北海道110年を記念して作られた歌です。北海道の過去、現在、未来を一連の動きとして3部構成でまとめた体操です。このほか光あふれて昔の昔、北海林も北海道民の歌です。 YouTube でも聴けるみたいだね。産業と経済。ここからは北海道の産業と経済についてです。北海道の道内総生産は 19.5 兆円で全国の 3.5% を占めています。従業者数は216万人います。では北海道は第一次産業、第二次産業、第三次産業の割合はどれくらいだと思いますか。農業漁業が有名だから第一次産業で働いている人が多いのかな。そう思いますよね。実はこのグラフのように第一次産業の従業者数は 2% ほどしかいません。もっといると思っていたよ。それでも第一次産業の従業者数の全国平均は 1% なので多い方です。ちなみに道内総生産の割合のグラフはこちらです。従業者数と同様、第3次、第2次、第1次の順になっています。第一次産業の割合は 4% ほどですね。第一次産業。第一次産業の割合が思ったより少なくてびっくりしたよ。確かに割合は小さいものの北海道経済にとって重要です。この表は第一次産業の農業、林業、
漁業の年間産出額と従業者数をまとめたものです。この表の通り、農業は第一次産業従業者の 75% を占めていており、割合が高いです。北海道農業農村振興推進計画があるように、北海道は農業を推進しています。具体的にどんなことが書かれているの？安全な食料の安定供給、高付加価値農業の推進、担い手の育成確保などですね。ところでご存知の通り北海道は広いですが、耕地面積はどれくらいあると思いますか？結構広いから全国の 10% くらいが北海道なのかな？なんと 25%、4分の1が北海道でした。そんなに農家が多いんだね。どちらかというとそれぞれの農家が保有している耕地面積が広いことが大きな要因です。なんと北海道の農家1個あたりの耕地面積は道外の13倍です。北海道の広大な景色は広大な耕地面積があるからなんだね。続いては林業を見ていきましょう。さっきの表だと産出額、従業者数どっちも一番少ない産業だね。林業も農業みたいに何か推進計画があるのかな？北海道森林づくり基本計画があります。地域の特性に応じた道民と共同の森林づくりを基本理念に書かれて施策を展開しています。ここでまた問題です。北海道の森林面積はどれくらいあると思いますか？耕地面積が全国の 25% だったから同じくらいかな？はい、その通りです。森林面積は554万ヘクタールで全国の 22% を占めています。なお、そのうちの 55% が国有林となっており、割合が大きい点が特徴です。また天然林は380万ヘクタール、人工林が149万ヘクタールと天然林の割合が高いことも特徴ですね。まだまだ開拓していないところが多いんだね。最後に漁業です。北海道の海岸線は 4447km に及びます。4447km ってどれくらいだろう？本州を縦断すると 2000km なので、本州を縦に往復したくらいの距離がありますね。そんなに北海道の海岸線は長いんだね。北海道の自然条件は漁業には恵まれており、生産額、就業者数ともに農業に次いでいます。しかし、漁業資源の減少、高齢化というマイナス要素も抱えています。いろいろ課題を抱えているんだね。以上で第一次産業は終わりです。続いて第二次産業を見ていきましょう。第二次産業。さて、問題です。第二次産業のうち製造業、建設業、工業のどれが総生産の割合が大きいでしょうか？全然わからないや。正解は製造業です。特に食料品製造業が高いですね。そういえば乳製品や魚の加工品が有名だもんね。食料品製造業の次は石油、石炭、鉄鋼業、パルプ、紙と続きます。この4つで全体の3分の2を占めていますので、北海道の主要な製造業と言えますね。製造業以外はどういう特徴があるの？建設業はおおむね公共や民間の工事における土木、建築分野の担い手になっていますね。工業は道内総生産の 0.1% と割合が極めて少ないのが現状です。なんで工業はそんなに少ないんだろう？石炭が使われなくなり、石炭鉱山がほとんど閉山したことが大きな原因です。炭鉱は坑内堀、露天堀に分かれますが、残った坑内堀炭鉱は一つだけです。これは国内唯一の坑内堀炭鉱です。また、露天堀も6つのみとなっています。第三次産業。第三次産業は道内総生産の8割弱を占めています。特にサービス業が大きく、次に卸売業、不動産業と続きます。確かに旅行のお客さん向けのお店が多い気がするね。はい、サービス業の中でも特に宿泊、飲食サービス業は事業者数が多いです。北海道経済と観光経済。北海道っていろんな観光地があるよね。道民の私でも知らないところがいっぱいだよ。はい、観光は北海道経済の成長、雇用に大きな影響を与えるものと認識されています。そのため、北海道は1988年から約5年ごとに観光産業経済効果調査を実施しています。こちらは直近の結果ですが、何か気づくことはありますか？2020年度は2017年度より数字が小さくなっているね。はい、観光消費額、観光 GDP ともに3年間で約3分の1にまで落ち込みました。新型コロナウイルス感染症の影響が大きいですね。2017年度の総観光消費額は 1.4 兆円もあったんだね。いいところに気がつきましたね。先ほど第一次産業説明の時に出した表がこちらですが、何か気づくことはありませんか？
ヒントは農業産出額です。あ、農業産出額とコロナ前の総観光消費額が同じくらいだね。その通り、コロナ前の観光業は農業並みの大きな収入源となっていました。早く観光客が戻ってくれると嬉しいね。以上で今回の動画は終わりです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは北海道に関する雑学や世の中の気になることをお届けします。皆さんのコメント、いいね、チャンネル登録非常に感謝しております。また次回の動画でお会いしましょう。